この動画は勢いでバラしてしまった人にかなり役立ちそうですね。次にベアリングが入ってるんですよ。はい。こいつがなくなることあるんで、このボルトがチタンのお形に変わお、ってるんですよ。高級仕様。はい、お疲れ様です。ですね、今流行りのペン型ドライバーとか、インパクトもなんですけども、ハウジング加工っていうのをね、僕も気になってまして、こちらになります。これが僕の普段使っているペン型ドライバーなんですけど、マキタの 7.2V かな。で、これがあややんのやつなんですけども、あややんちょっと来てもらいましょうか。どうされたんでしょうか。こっちが塗装してます。あ、スプレーですか。スプレーで塗ってます。ほうほう。で、こっちがSTN っていう染色剤で染めたやつです。なんで染めか塗装かの、はい、違いですね。わかりました。でね、僕もね、ずっとね、こう憧れていたんですよね。変えたいなと思って。これめっちゃかっこよくないですか。僕のね、フォロワーさん、インスタ仲間のジョージさんって方がね、2万人達成記念ということで送ってくれました。で、あややんこれなんですけども、はい。触ったことないんですよね。僕こういうカスタマイズ系が苦手で。なるほど。で、ちょっと視聴者さんでもこうやってやってみたいなと。こういうの、メルカリとかヒレヒサとかで買えるんですかね。そうですね。ねその辺が有名ですね。ね。で、あややんみたいにこうやって外してやってみたいよっていう人とかおると思うんで、ちょっとバラシと取り付け。いきますか。はい。ペンドライバーの解剖い取り付けをお願いします。はい。じゃあまず一番最初にやることがバッテリー抜きますね。バッテリー開けたとここ見えますかね。これこことここに見えるかな。こいつこれ金具なんですよ。でこの金具が両サイドにあるんでこいつを外さなあかんんですよ。でこれスライドしてはまってるだけなんで、ちょっと緩いやつは手でも取れるんですけど、硬かったらちょっとマイナスでこじってとかして取るんですよね。まずこれ取ってもらっていいですか。これか。こんな感じだね。そうですね。それをまず2箇所取って取りました。これがよくなくなるんですよ。置いとかなね。はい。なくさないよ。でマキタの場合この名板がある方に基本のビスが止まってるんですけど、1箇所例外があって、この先端部分ちょっとこれ U さんのなくなっちゃってるんですけど、この先端部分だけ両面についてるんですよ。僕はこのまず両方をさっき外して、であとここ裏面の12345 5箇所これを外してします。でボディ的にこのグリップ側が後からかぶさってるんで、こっちが先外れるんで、さっきこっちを取って、で本体側を取るっていう流れですね。取ってみましょうか。2番でいいんですかね。2番でいいですね。でちょっと外しなんでペンドラでいきますけど、締めるときは手の方がいいですね。相手樹脂なんで。でビスの種類なんですけど、可動部の真ん中になるやつ以外全部同じなんで、混ざっても大丈夫っちゃ大丈夫です。真ん中だけ気をつけたらいいんですね。真ん中だけちょっと太いんですよ。これでカパッとこれが取れます。で今度本体側でここにね一発隠しがおるんですよ。グリップ取らないと見えないんですけど、でこれを取ります。で今回交換やからいいんですけど、これ外したやつを染めたりとか、塗る場合こうカチカチと動くときにこの止まるようにするためにここにベアリングが入ってるんですよ。こいつがなくなることあるんで、これをなくさないように注意してもらって。これですか。そうです。これ相手型の止まるようになってる金具の部分なんで、これも外れていなくなることあるんで、ここだけよく覚えておってもらった方がいいです。バッテリー端子を上にスライドして外して、で下側を取ります。これグリップ側ですね。であと本体側は今も全部ビス取ったんでパカッと開けるんですけど、ここで覚えておいてほしいことが、今これそろっと開けたからいいんですけど、見えますかね、この緑色のクッションなんですよ。でこいつは今回移植しないといけないんで、これを場所を覚えておいてもらって、であとはこの前のハンマー部分とモーター部分とこう分離するんですけど、先にちょっとだけ浮かしといてあげて、であと線を噛まないようにスイッチを後ろから押しつつ、結構難しいですね。こう持ち上げて、でここ細い線が1本走ってるんですけど、これ先端のライトの線なんで、これ切らないように優しくこの線も抜いてあげて。ちゃ汚れてんなどうしてもほこりたまるんでね、
これ取っちゃいます。これ上のロックの部分、これ先端のハンマーの部分、はい、であとはこのクッションのゴム2つははで、これで3枚おろし完了ですね。おお、でまあバラしたついでにちょっと掃除してあげたりとか、グリス新しいに入れてあげるとちょっとご機嫌良くなるんで、ははそういうのしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと一回拭きましょうか。パーツクリーナーいりますかね。パーツクリーナーはねしない方がいいですね。油分取れすぎちゃうんで、空拭きでいいですか。空拭きの方がいいです。でマキタのペンドラの故障の代名詞的に言われてるのが、このスイッチ部分がよく壊れるんですけど、ここ部品出るんで、ここ交換して修理することできるそうです。へえ、買ったらね高いですもんね。そうですね、修理できる人は自分で部品取ってもいいんじゃないかなと思います。ほうあ、取れた。今これ取れたんですけど、これギア部分なんですけど、ここもグリスで切れ起こしてきたりするんで、はまあ、できるんだったらグリスさせた方がいいですけど、あ、はい、ほこりをある程度取ってやって、これで移植準備ができたんで、今回新しくユウさんがいただいたというこちらのハウジング、これ今回カスタムされてるみたいで、このボルトがチタンのやつに変わってるんですよ。高級仕様でこいつがプラスじゃなくて六角なので、ここで六角レンチの登場なんですよ。めっちゃ気使うわ。塗装が綺麗から。これめっちゃ綺麗ですね。これやばいですね、この柄が。どうやってんの。これは水圧転写なんですかね。水圧転写して上からクリア吹いてるのかな。六角のサイズがいいのがない。これで商売できそうですよね。これはいけますね。うん、趣味の領域を超えていってますね、これは。すごいわ。ニックスおじさんも、はい、この赤色バージョンを持ってて、あ初めて見た時、うわめっちゃかっこええやんこれって言ってて、僕の元にもありがたいこと。これをまず外します。これ中もチタンなんですね。中もチタンですね。中までかっこいいですね、これ。ね、見えない部分までのこだわりが。うわこれ現場持っていくのちょっとあれやな。ねもう一個買いますか。ねでもあまりにかっこよすぎますね、これ。ねでも使わないね、せっかくですしね。そうですね。でもこういう風にこうカスタムしていくとまたちょっと使い方変わってくるんでしょうね、道具のね。確かに、ね、大事にしようとなりますね。うん。は水圧転写はチャレンジしないんですか。水圧転写はまだ手出してないです。水圧転写はね興味あるんですけど、柄的なものがまだちょっとどれにしようかなってイメージがまだできてないんで、どういうスタイルにいこうかっていう出た。これ先端の部分のやつですね。はいはいはい。でこれで組み付けていくんですけど、マキタの文字がある方ですね。間違えました。マキタの文字がある方を下にして組むんで、まずそのマキタの文字がある方を置きます。でちょっと今ハンマー部分が分解してるんですけど、これ合体させて、でここの先端のハンマーのこの出っ張りの部分、はい、これがここにはまるんですよ。へえ、カチャッとカチャッと。なのでそこにはめるように、前は持っていって、で中の辺も入るようにしか入らないんで、先端がねちょっとはまりにくい時があるんですよね。素直に入る子は入るんですけど、ドラもう一個買おうかな。汚れてもね。入った。今これ入りました。これとね。そうですね。ね。でこれ本体がこことこの真ん中の部分、ここもはまるようにしかはまらないんです。はい、でこの2点がはまるようにはまったら収まってるんで、あとこの緑のクッションをここに例の、はい、2個差し込んで、で上のこのロック、はい、こっちがついてる方、これが前なんですよ。これが無理やったな。これスライドするとこのスはいイッチのロックがかかるとこなんで、この状態で、あとはこの先端の LED を、これもね見えにくいけど、ここに溝が出っ張りがあって、これはいはいはい。でそこにこのゴムの部分の溝がはまるんで、はめて、であとはケーブルを収まるように収めて、でこの状態で蓋というか反対側をはめてやると、こう綺麗にはまるわけですよ。ではまって、忘れないようにここを先閉めないといけないんで、ここはこのボルトシリーズは多分純正使うんでしょうね。
本でちょっと締めるときはもう手ドラでいきます。はい。であとはボディ側を締める。ここは手なんですね。手ですね。相手重心なんでやっぱ怖いですね。あであとこれカスタムのこのキャップボルトに変えてあるんで、はい多分インパクトとかでいくと滑って舐めて一あ。発でお釈迦にしちゃうんで。で、忘れないうちに先端を。あややんの SDN のやつは SDN の塗料代だけですか、かかったお金は。これはそうですね、 SDN もこっちの、塗装の方もどっちも塗料代しかかかってないです。おお、なんぼ2000円ぐらい。 SDN そうですね、2000円ぐらいですね。でこっちがウレタンの2液の塗料を使ってるんですけど、それがね1本3000円ぐらいですね。こっちの方が高いんですね。はい、ウレタンの方が高いです。でウレタン塗装は1回その2液性なんで硬化剤と混ぜるんですよ。ははは。スプレーの中で、はい混ざる機構になってるんですけど、混ざると、24時間で使えなくなるんで、でペンドラ塗るには半分ぐらいでいいんですけど、はい、半分余るんであ半分は泣きました。そういうことですね。はい、塗りのいいところはベースの色が選ばなくていいんですよ。あ、僕の黒にもいけるんやね。はい、これもともとマキタグリーンなんですよ、塗へーりの方は。で SDN は白じゃないと色入らないんで、はあはあ、白のハウジングが絶対必要になるんですよ。はい。この差はありますね。これ金に塗ろうかな。塗りますか。は先端を締めるけど、もう一個細いやつか。いや、なんかこれ組んでてちょっと楽しいな。今これで、本体部分を組み終わりました。おお。先端のこの表裏の2箇所、ここがハンマー部分を止めてるんですよ。はい。ここ止めてないと型つくんで、今これ止めてできたんで、次下の部分ですね。はい、と真ん中の軸が出てるのと出てないのがあるんで、はいはいはい、軸が出てる側が、マキタの刻印側なんですよ。はあはあはあ、だから今でいうとこの下側になるんで、はい、さっきこいつを下に。それベアリングがついてるでしょ。あ、ほんまや。これ今気づいてもらったんですけど、金属の部分こいつを移植しないといけないんで、はい、これを取りましょう。あ、取れたかな取れた。でこれがここか。でこいつが、このベアリングはいるんですか。これがないと止まらない。このロックが効かなくなるんですよ。そういうことなんですね。これの無理やな。これのはめる位置がここに爪が出てると思うんですけど、はいはいはい、この爪がここにはまるんですよ。はだから、向きで言うとこういう向きですね。あ、はい、これをはめ込んで。この動画は勢いでバラしてしまった人にかなり役立ちそうですね。そうですね。ね、僕も最初バラした時に勢いでバラして、はい、で組む時何日か経ってから組んだんで塗装してあったから組もうと思ったらわけわからなくなってYouTube あさりまくったんで。あったんですか。ありました。ではめたら今度このバッテリー端子をこの溝にはまるんで、はい、ここにはめ込んで、あとはケーブルをちょっといい感じに噛み込まないように処理してやって、で上蓋をかぶせれば。僕この前初日に買ったチョークライン、紐絡まって勢いで外したらもう復旧できなくなったんですよゴミ箱行っちゃったんで。あら、問題ない。はい、勢いで外すのはダメですね。やっぱ写真とか撮っていった方がいいですよね。そうですね。バラす時はね、後悔しました。よくバラすんはできるけどっていい子言われますよね。なかなかね、それが怖くて手が出ないっていう人もいると思うんで。そうですね。でもやってみるとちゃんと順を追ってやればできることなんで、正確ですね何言っても人が作りしもなんでバラしたら組めるんですよ。であとこのガチャガチャのこの動く機構のとこの硬さの度合いを決めるのがこの真ん中のボルトなんですよ。はいはい、でこれの締めが緩いとふにゃふにゃですし、締めすぎるとガッチガチで動かなくなるんで、ここの締め加減は自分がこの動かしてみて程よい加減で、締めるか緩めるかを調整してもらうといいんです。でよくここがもうフラフラなってる人いると思うんですけど、一回ここをちょっと締めてみたらここがシャッキリする時があるんで。ガバガバの人いますよね。いますね。で最後にこの外してもらったやつをスライドして
OK でこれで組み上がりですね。おおかっこいい。できちゃいましたね。まあ当然ですけどちょっとロックは効くしおお回る。ありがとうございます。結構ね見てた感じ難しかったんですけど慣れたら簡単にできるんですかね。そうですね、ここ注意してくださいってところを気にしてもらってたら結構バラしても組めるんで、はい、参考にしてください。せっかくだからみんな工具をいじって遊んでもらったらいいんじゃないかなと思いますね。ということでジョージさんありがとうございました。大事に使わせてもらいます。以上です。とりあえず面白くしたいです。電気屋を